こんにちは。皆さんは日本の大学生の生活がどのようなものか気になったことはありませんか？例えば、どのような授業を受けているのか、サークル活動の雰囲気、勉強以外はどのようなことをしているのか。今回の動画では、日本の大学生の生活についてご紹介します。大学の種類。日本にはいくつかの種類の大学があります。一番多いのは私立大学です。これは会社や団体が作った大学で、日本全国にたくさんあります。他に国立大学や公立大学もあります。国立大学は国が作った大学で、学費が安く、レベルの高い学校が多いです。公立大学は市や県などが作った大学で、その地域の学生が多く通っています。日本の大学には4年間通う学部が多いですが、6年間学ぶ学部もあります。その一つが医学部です。医者になるためにたくさんの専門的な勉強をします。薬剤師を目指す薬学部や動物の医者を目指す獣医学部も6年生です。大学にはその他に短期大学という2年生の大学もあります。主に実用的なことを学びます。例えば、保育士や栄養士などの資格を取るために通う人が多いです。よくある学部。大学にはたくさんの学部があります。それぞれの学部で学ぶ内容が違います。人気がある学部は、経済学部、文学部、法学部、理工学部などです。最近は IT やプログラミング、データについて学ぶ情報学部も人気です。入学するには、日本の大学に入るには、入学試験を受ける必要があります。一部の大学では共通テストを受ける必要があります。その後、それぞれの大学の試験も受けます。また、推薦入試という少し違う方法で大学に入る人もいます。これは高校での成績や面接などで合格が決まる方法です。人柄や考え方も大切になります。授業。
大学では高校と違って自分で時間割を決めることができます。必ず受けなければいけない授業と自分が興味のある授業を選んで受けることができます。大学の授業は1講義90分ぐらいで1日に3から5講義あることもあります。特に1年生の時はいろいろな分野の基本を学びます。学年が上がると自分の専門についてもっと深く学ぶようになります。4年生になると卒業論文という長いレポートを書く学部もあります。自分でテーマを選び、調べてまとめます。大学のゼミナール、ゼミ。大学にはゼミと呼ばれる少人数での授業があります。ゼミでは10人から20人くらいの学生が一人の先生から専門的なことを学びます。学生が自分たちで調べて発表することが多いです。グループ学習の形式なので、みんなで意見を言い合い、知識を深めます。ゼミでは自分の興味があるテーマを選んで、卒業研究もします。ゼミの仲間とは一緒に話し合う時間が多いので、とても仲良くなることもあり、プライベートでもよく遊ぶことがあります。サークル活動。大学にはサークルというグループ活動があります。サークルは同じ興味を持った学生が集まってスポーツや文化活動を楽しむものです。サークルは学校が支援しているものと学生が自由に作ったものがあります。例えば、テニスサークル、音楽サークル、アニメ研究サークルなどがあります。サークルに入ると、学部や学年が違う人とも友達になれます。筋肉研究会、かくれんぼサークルなど、珍しいサークルもあります。学生が自由に作ったものは、とてもバラエティに富んでいます。活動は週に数回で、その他にイベントや旅行、飲み会などもあります。サークルは学生生活を楽しくしてくれる場所です。サークル内での恋愛もよく見られます。出会いの場でもあります。大学の学園祭。多くの大学では毎年秋頃に学園祭を行います。学園祭は大学のイベントの中でもとても人気があります。学生たちはクラスやサークルで屋台を出したり、
ステージで発表をしたりします。例えば、たこ焼き、クレープ、焼きそばなどの食べ物を売ったり、音楽ライブやダンスのパフォーマンスをしたりします。学園祭は一般の人も来ることができて、とても賑やかです。何ヶ月も前から準備をする学生もいます。学生生活の中でも特にいい思い出になる楽しいイベントです。大学生の日常。大学生の毎日は人によって異なり、いろいろとあります。ある日は午前中に一つだけ授業があり、ある日は朝から夕方までずっと授業がある日もあります。授業がない時間は図書館で勉強したり、カフェで友達と話したり、サークルの部屋でゆっくりしたりします。また、アルバイトをする学生もたくさんいます。自由に使える時間も多いので、遊びに行ったり、趣味を楽しみます。でも、テストの前やレポートの提出があるときは、とても忙しくなります。その時は夜遅くまで勉強することもあります。大学生の一人暮らし。大学に入ると実家を出て一人で住む学生もいます。実家から遠く離れた大学に入学した学生は一人暮らしをします。ですが、大学が近くにあっても自立するために実家を出る人もいます。自分で料理をしたり、洗濯をしたり、掃除をします。最初は大変ですが、だんだん慣れていきます。一人暮らしは自由に生活ができる楽しさもありますが、お金の使い方にも気をつけることも大切です。大抵の学生は親からの仕送りがあります。ですが、足りない分は自分で仕事などをして補う学生もいます。一人暮らしを通して大人としての責任や自立を学ぶことができます。アルバイト。多くの大学生はアルバイトをしています。日本でいうアルバイトとはパートタイムの仕事のことです。お金を稼ぐためだけでなく、社会のことを知る良い経験にもなります。大学生がよくやるアルバイトは、コンビニ、カフェ、塾の先生などです。人と話すことが好きな人は、接客の仕事を選びます。忙しい時は、アルバイトと授業とのバランスを取るのが難しいこともあります。友達との関係。大学生活では友達との関係も
とても大切です。大学では同じ学部の人だけではなく、サークルやアルバイト、クラスでいろいろな人と出会うことができます。友達と一緒に授業を受けたり、テストの前に勉強をしたり、飲みに行ったりします。時々旅行に行くこともあります。新しい人との出会いは大学生活をより楽しくしてくれます。大学の長期休暇。大学には春休み、夏休み、冬休みと長い休みがあります。春休みは2月から4月の間、夏休みは7月から9月の間にあります。冬休みは少し短くて12月から1月の間が一般的です。この長い休みを使って短期留学をしたり、実家に帰ったり、趣味を楽しんだりします。自由な時間がたくさんあるので、いろいろな経験ができる大切な期間です。卒業とその後、大体の生徒は4年で卒業します。卒業するためには、たくさんの授業を受けて単位を取らなくてはいけません。単位とは、授業を受けた時間数を表す基準です。大学によって必要な単位の数は違います。大学生は卒業をするために、あと何単位が必要かなどを自分でよく考えてしっかり計算します。単位を落として進級や卒業ができない学生は留年して1年間多く勉強をします。卒業の前には卒業論文を書く学部もあります。これは自分で研究したことをまとめるレポートです。大学を卒業した後は多くの人が会社に就職します。3年生の時から就職活動を始めます。会社の説明会に行ったり、面接を受けたりします。自分に合った会社を見つけるために、たくさんの準備をします。大学の卒業式。大学では3月に卒業式があります。学生がたくさんいる大学では大きなホールを借りて式を行うこともあります。卒業式では卒業証書がもらえます。学生はスーツや袴などの正装で出席します。女性の袴姿はとても艶やかです。男性のスーツ姿は大人になる一歩という感じで大変凛々しいです。卒業式の後は友達と写真を撮ったり、お祝いのパーティーをしたりします。
とても思い出に残る日です。いかがでしたか？日本の大学生活はとても自由でいろいろな経験ができます。自分で授業を選んだり、友達を作ったり、アルバイトをしたりします。勉強だけでなく、社会のことや人との関係も学ぶことができます。いかがでしたか？ここまでご覧くださりありがとうございます。次は友達に話すような話し方をしますね。こんにちは。みんなは日本の大学生ってどんな風に生活してるのか気になったことない？例えば、どんな授業を受けているのかなとか、サークルってどんな感じなんだろうとか、勉強以外って何して過ごしているんだろうなとか、今回はね、日本の大学生の生活についていろいろ話していくね。大学の種類。日本にはね、いくつかの種類の大学があるんだよ。一番多いのは私立大学ってやつで、これは会社とか団体が作った大学なんだ。全国にたくさんある。その他に国立大学とか公立大学ってのもあるよ。国立大学は国が作った大学で学費が結構安くてレベルが高いところが多いんだよね。公立大学は市とか県とかが作った大学でその地域に住んでる学生が結構多いよ。大学ってだいたい4年間通うところが多いんだけど、6年間通う学部もあるんだ。例えば医学部。医者になるために専門的なことをたくさん勉強しなきゃいけない。他にも薬剤師を目指す薬学部とか、動物のお医者さんになりたい人が行く獣医学部とかも6年生の学部。あとね、4年生の大学とは別に短期大学っていう2年生の大学もあるよ。短大では結構実用的なことを学ぶことが多くて、保育士とか栄養士みたいな資格を取るために通ってる人が多いよ。よくある学部。大学っていろんな学部があるんだよね。それぞれの学部で学ぶことが全然違うんだ。人気があるのは経済学部とか文学部、法学部、理工学部って感じかな。最近は IT やプログラミング、データについて学ぶ情報学部も人気だよ。入学するには、日本の大学に入るには、入学試験を受けなきゃいけないんだ。一部の大学では共通テストを受ける。その後に
それぞれの大学の試験もあるんだよ。それから、推薦入試っていうちょっと違う方法で大学に入る人もいるよ。これは高校の時の成績とか面接とかで合格が決まる方法なんだ。人柄とか考え方も大事になるんだよね。授業。大学では高校と違って自分で時間割を決められるよ。必ず受けなきゃいけない授業もあるけど、自分の興味がある授業を選んで受けられるんだよね。大学の授業って1講義がだいたい90分くらいで、1日に3から5講義あることも、特に1年生の時はいろんな分野の基本を学ぶんだ。学年が上がっていくと、自分の専門のことをもっと深く学ぶようになるよ。4年生になると、卒業論文っていう長いレポートを書く学部もある。自分でテーマを決めて、たくさん調べてまとめるから結構大変。大学のゼミナール、ゼミ。大学にはゼミっていう少人数の授業があるね。ゼミではだいたい10人から20人くらいの学生が一人の先生から専門的なことを勉強するんだよ。自分で調べたことを発表したりすることが多いんだ。グループで学ぶからみんなで意見を出し合ったりして知識を深めていくんだよね。ゼミでは自分の興味があるテーマを選んで卒業研究もやったりするよ。ゼミの仲間とは一緒に話すことが多いから、すごく仲良くなることもあるし、プライベートでも遊ぶことが多いね。サークル活動。大学にはサークルっていうグループ活動があるんだ。サークルは同じことに興味がある学生が集まって、スポーツとか文化活動を楽しむものなんだ。サークルには大学が作ったものと学生が自由に作ったものがあるよ。テニスサークル、音楽サークル、アニメ研究サークルとかいろいろあるんだ。サークルに入ると学部とか学年が違う人とも友達になれるよ。筋肉研究会、かくれんぼサークルなど珍しいサークルもあるよ。学生が自由に作ったからバラエティに富んでて面白いよね。活動は週に数回ぐらいでイベントとか旅行、飲み会なんかもあるよ。サークルって学生生活を楽しくしてくれる大事な場所なんだ。
サークル内で恋愛する人も結構いて、出会いの場にもなるんだよね。大学の学園祭。多くの大学では、毎年秋頃に学園祭っていうイベントがあるんだ。学園祭は大学のイベントの中でもすごく人気がある。学生たちはクラスとかサークルで屋台を出したり、ステージで発表したりするんだ。たこ焼きとかクレープ、焼きそばを売ったり、音楽ライブとかダンスのパフォーマンスをしたりするよ。学園祭は一般の人も来られるから、すごく賑やかなんだよね。何ヶ月も前から準備してる学生もいる。楽しくて学生生活の中でも特にいい思い出になるイベントなんだ。大学生の日常。大学生の毎日って人によって結構違うね。ある日は午前中に一つだけ授業があったり、ある日は朝から夕方までずっと授業があったりするんだよね。授業がない時間は図書館で勉強したり、カフェで友達と話したり、サークルの部室でダラダラしたりするよ。それに、アルバイトしてる学生も多いんだ。自分の時間を自由に使えることが多いから、遊びに行ったり、趣味を楽しんだりする人もいるね。でも、テストの前とか、レポートの提出があるときは、すごく忙しくなるんだよね。その時は夜遅くまで勉強することもあるよ。大学生の一人暮らし。大学に入ると実家を出て一人暮らしを始める学生も多い。実家から遠い大学に入った学生は一人暮らしするよ。実家が大学の近くにあっても自立したくて一人暮らしをする人もいるね。自分で料理したり、洗濯したり、掃除したりしなきゃいけないんだ。最初は大変だけど、だんだん慣れてくるよね。一人暮らしは自由に生活できる楽しさもあるけど、お金の使い方に気をつけなきゃいけないんだ。大抵の学生は親から仕送りがあるけど、足りない分は自分で仕事して補ってるんだ。一人暮らしを通して大人としての責任とか自立を学べるんだよね。アルバイト。大学生の多くはアルバイトをしてるよ。日本でアルバイトって言うとパートタイムの仕事のことなんだ。お金を稼ぐためだけじゃなくて、社会のことを知る
いい経験にもなる。よくあるアルバイトは、コンビニ、カフェ、塾の先生とかかな。人と話すのが好きな人は、接客の仕事を選ぶことが多いね。でも、忙しいときは、授業とのバランスを取るのが難しいときもあるよ。友達との関係、大学生活では友達との関係もすごく大事なんだ。大学では同じ学部の人だけじゃなくて、サークルやアルバイト、クラスとかでいろんな人と出会うことができるよ。友達と一緒に授業を受けたり、テストの前に勉強したり、飲みに行ったりすることが多いよ。時々旅行とかにもね。新しい人との出会いがあると、大学生活がもっと楽しくなるんだ。大学の長期休暇。大学には春休み、夏休み、冬休みっていう長い休みがあるよ。春休みは2月から4月の間で、夏休みは7月から9月の間だよ。冬休みは少し短くて12月から1月の間っていうのが普通だよ。この長い休みの間に短期留学をしたり、実家に帰ったり、趣味を楽しんだりするよ。自由な時間がたくさんあるから、いろんな経験ができる大切な時期なんだよ。卒業とその後、ほとんどの学生は4年で卒業する。卒業するためには、たくさんの授業を受けて単位を取らないといけないんだよ。単位っていうのは、授業を受けた時間数を表す基準。大学によって必要な単位の数は違うよ。大学生は、あと何単位が必要かなとかを自分でちゃんと計算してるんだ。もし単位を落としちゃうと、進級や卒業ができなくて、もう一年学生を続けないといけないんだよね。卒業の前には、卒業論文を書く学部もあるよ。これは自分で調べたことをまとめるレポートなんだ。大学を卒業した後は、多くの人が会社に就職するよ。3年生の時から就職活動を始めるんだ。会社の説明会に行ったり、面接を受けたりするよ。自分に合った会社を見つけるために、たくさん準備が必要だよ。大学の卒業式。大学では3月に卒業式がある。卒業生が多い大学では、大きなホールを借りて卒業式をすることもあるよ。卒業式では
卒業証書がもらえるよ。学生たちはスーツとか袴みたいな正装で出席するんだ。女の人の袴姿はすごく艶やかで、男の人のスーツ姿は大人っぽくて凛々しいよ。卒業式の後には友達と写真を撮ったり、お祝いのパーティーをしたりするよ。本当に思い出に残る日になるんだ。いかがでしたか？日本の大学生活はすごく自由でいろんな経験ができるよ。自分で時間割を決めたり、新しい友達を作ったり、アルバイトをしたり、勉強だけじゃなくて、社会のこととか、人とのつながりも学べるよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。